さあ今日は役者のおもちゃ箱2回目は砥石。この中にいろいろ砥石が詰まっていて、これはねこうゴムの板とこうやってここに水を入れて研ぐ。それから秘密のまた箱と。どうも外地です。改めまして今日の役者のおもちゃ箱見えねえかこうか、砥石でございますね。今これね開けてないけどどんなのがあるかということでね、全貌が見えるといいですね。まあ以前こう書いたメモとかもございますが、あまりにも汚いんでこれはこっち置いといて、まずは砥石。この辺りは荒砥ですね。この400までが荒砥。これみんなシャプトン120、220、中身はどんなかってところもこうケースに入ってね、こうやって水もね出るようにこうね、刃の黒幕。これがねいいんですよ。これが120ね。もちろんこっち側を使うんだけど、これはもう荒砥だね。もう最初に形作るようなやつかな、荒砥ね。で次これもシャプトンね、刃の黒幕でこれは220ですね。220、でなんだこれ、なんかケースオープナーがあった。で次がまたシャプトン刃の黒幕でこれが320。そうそう、これはまだまだこう形を作っていく感じですね。こうやって明らかにこうザラザラしたのが分かる。ここまでやっていってどうだろうな。次ここで超セラミック砥石、超セラとかあんまりねこう略すのは私好きではありませんが、これはねこれ台ついてるやつで、これ一応こう砥石のね面を直すのもあるんですが、それはまた後で説明。これ400番かなり重いし、これちゃんと台がついてるからね。これそうこれもうすでにそうでもないか、まあザラザラしてるか。これ400番超セラの400番でそう次にこれが一番よく使うこれね、同じく今度はシャプトンね、さっきの刃の黒幕と同じだけどこれは台がついてるやつ。シャプトンのこれ M24 の1000のこれは厚さですな。これ一番よく使うね。ざっと研ぐにはこれかな。ほらこれはこう下に台がついてるね。シャプトンの1000、これはまあ基本のやつですね。いやこれだけいるのよ、ちゃんとやっていくにはね。そういるから買ったの、使ってんの。で次1000の次にそうただそうか、これ逆かもしれないな。超セラの800ってあるんですが、これとね1000はねどっちかな。そうだね、あくまでも1000を前に持ってきたのはこれ1000の割には結構研げるんですよ。こっちが研げないかってわけじゃないんだけど、あえて1000の次に超セラの、ドレッシングストーンっていうのはね、あんまり俺は使わないけど、1000の次にあえて超セラの800、超セラの800を持ってくる。この辺テレサあっても分かんないけど、だんだん細かくなっていくということで、普通1000の次はね800の次が1000なんだけど、ここはちょっとそのようにしておりますと。で次ね、シャプトン M24 台付きのこれ2000、この辺ちょっとね中途半端なんだけど、より細かくね仕上げる時はこのねグリーンのやつ、シャプトン M24 2000番
そうもういろいろ書いたね、分かんなくなっちゃうからね。それで次、まあこの辺りからだんだん仕上げになるわけですな。長セラのこれが3000、長セラの3000、ああこの色ね、そう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 、これもまあ時間がある時は使いますね。長セラの3000、もうつるっつる、この辺りまでまだ閉じるっつってこうね、刃物を研いだ時にこう黒いまあ鉄粉っていうんですか、汁が出るんですよ。それ取っちゃダメなのよ。その閉じるで刃物は研げるから、要はそこで摩擦が生まれてね、まあこれは後でまた詳しくでこれが長セラのこれが3000で、次にまたシャプトンに戻って、この辺りからね、なんか上にある石ころ、これが必要。これシャプトンの5000、まあこれ台付きね、 M24、24、25じゃん。これはね、よく時間がない時にはこの線で研いで最後仕上げでこの5000を使うと、これでねかなり研げるんだけど、まあこれ5000で、5000番ぐらいになるとこうやってもこうねツルツルしてるから閉じるが出づらいんですよ。そういう時にまずはこれね、これ八重ボタン、あ、なんかすごいレンズになんかついてるけど大丈夫かな。八重ボタン、これをこう水に浸して、ここでこうやることによってこっちが削れて、ここにまあある意味閉じるに似た汁が出る。でそれで研ぐ八重ボタンね、別状八重ボタン、純三河なんていうのか、白名倉っていうの、まあこれですね。これをこうやってで汁を出して、それで摩擦を出して研ぐ。これがシャプトンの5000番 M24 台付きで、次がもうこの後もうかなりね鏡面仕上げまではいかないが、これ刃の黒幕シャプトンね、これ8000番、これになってくるとね、もうこれツルッツルだから、トゥルットゥルだから、これ何もってわけじゃないけど、刃物をこうやってもね出ない。次はこれ天井、ね、これでこうやってやはり摩擦でね、そういう閉じるを出して研ぐ、で俺が持ってる一番細かいのが次で、これは高かった、やたら高いシャプトン、これ M15 とかちょっと薄いのね、厚いのなかったんだっけな、それともすごく高かったからやめたのかな。まあクリームと言われている超仕上げね、超仕上げって書いてある。これシャプトンの12000、これは高かったんだ、万ぐらいしたんだっけ。これちょっと薄いね、これね12ミリ、さっきの半分だね。これなかなか減らないからね。もちろんこれもこの天井こっちでいいんだよな、ボタンだっけな、この辺りちょっと忘れたまあ汁が出る方でこうコシコシコシやって、最後本当に仕上げ中の仕上げをねこうさっさっとやると、まあここまでが砥石ですな。それで、まあ、この天井もいうのなんだけど、まあね一番使ってるこのシャプトンの1000番、これ刃物を研ぐと、まあなるべくこう上下しないようにこうやって研ぐんだけど、どうしても面がねこう、まあなるべくねこのいっぱいの範囲でこう研ごうとね頑張るんですが、ちょっとギザギザになる。そうするとこの砥石の面も終わったら、まあもちろん水をつけて慣らさなきゃいけない。その時に使うのはこれね、面直し。これ硬いんですすごく。なんだっけな、なんでできてんだっけな、まあ、セラミックの寄り方で、これでこうねやって砥石の面を出す、そういうことですね。それは必ずやる。でまあもちろん乾かしてからしまうと。それでまあ先ほどのものになりますが、
よいしょ。でまあ今ね桜色の台が腐っちゃったんで、このねシャビちゃんの砂が入ってる小さい倉庫の上でやるんですが、このゴム、ね、これ敷いて、これいいのがあったの。これいいのよ。こうやってこう水入れてきて、こうやってでまあこの上にね、例えばまあいいや、歯の黒幕ね、歯の黒幕を乗せるとどうなるか。これただのね石だから、これでいいんだが、これでいいんだけど、なんかね、これだとほら落っこっちゃう。そういう時に使うのがまあ2つあるんだけど、これね、こうミニャッとミニャッとこうなってるわけよ。これがあとスプリング式のこれ。これ何どうするかって、こうやってゴムがついてるから、スプリング式だとこうやってはめて、要は台になるわけね。そうするとほらこうやっていい感じじゃないですか。ぐらついちゃいけないけどね、こうやってね。そのためのこれ台、これがスプリング式のやつね。使うとするとこっちが多いかな。これはもう大体ほらここで調整が効くやつだからね、こうやってこう、すげえなこれ、効かねえな調整こっちはあんまり使ってないってバレちゃったね。こうやって、これ効かないね、これね。ちっちゃいやつだね。あ、こっちだ、間違えた、ごめん。ここにあるじゃん、きれいね。こう、あ、ぴったりだ。こうやってこう締めて、失礼いたしましたと。こうやれば落ちない。でここがね滑り止めになってこうやってやってるということ。まあここのとこあんまりこの歯の黒幕使ってないからこいつの出番も少ないんだけどね。やったてな感じでここまでが砥石の説明でした。次、さあここでこの箱を開けます。今日はこれが主役。何が入っているか。さあ皆さん大好きなバークリバーです。アメリカ製ね。これ革とね、バークリバーの革と石、こう革でこう研ぐわけね。でまあなぜか2本ある。なぜか、はい、俺の影になっちゃうね。バークリバー、はいね、日本だと青と赤と白とバークリバーナイフス書いてあるね。これ DLT から買ったんだね。でこれ黒棒とね、こっちか、黒棒、それの上のもっと細かいのがこの割れちゃってるけど白棒、これをこうここにねこう塗ってこう研ぐとね。それでもう一枚ある理由は、これよりもっと今度鏡面仕上げに挑戦するときはこっち、バークリバーグレイン、まあここに、まあ、水に入ってんだけど、こうまあ閉じるみたいなのが入ってんのよ。でこっちが 0.5 マイクロ、ね、マイクロだ。こっちが1マイクロだから、ここに書いてあるね、1マイクロ、汚いね字が0.5 マイクロだからね。まずは1マイクロでこれでこうちょっちょってやって研いで、で超仕上げにこう 0.5 マイクロでちょっちょっと研ぐと。で今日は何を研ぐか、さあそれはこれからのお楽しみ。さあここでこれから研ぐわけですが、今日は何を研ぐか、こちらね、いつも私が合うかな、いつも私が弁当作りに使っている三昧、よく見えるかな、暗いね、こうか、一応ダマスカスが出てる、何重かのね層でこの幾重にもなっているダマスカス、ちゃんとここはエボニーで、なんとフルタングですね。お尻まで全部こうピッて入ってる、これがね最近ちょっとキレが悪くなったんで研ごうかと思います。今どんな感じかというと、まあ、紙やってもしょうがないんだけど、先っぽの方でウインナー切るとねクックッとなっちゃうから、まずこれどう、あ、切れないね、
ああ、根元の方はいいんだな。ああ、まあまあだな。やっぱりね、ちょっと全体的にどうなんだろうな。で、これ言っちゃ刺しちゃいけないんだけど、今日はねこのバークリバーの革砥で黒と白を使って研いでいくわけですが、基本これは応急処置。こればっかりやってるとだんだん刃が丸まってきちゃうから、最終的には砥石で研がなきゃいけないんだけど、なんでこれやるか。こうね、なんか間にいてザクザクって機械があって研げるようになりますよ、ありますね。あれも一緒で、ずっとやってると刃の先が丸くなっちゃう。コンベックスっていうんだけどね、コンベックスじゃない方がいいのかな、この場合は。エッジがついてるわけですよ。ね、でここをだんだん丸くなってきちゃうと先が切れなくなっちゃうから。だけどこのカッターじゃないから、この鋭いここでスッと切るんじゃなくて、この刃のここに細かいギザギザがついてると、その摩擦で物が切れる。要はその細かいギザギザをつけていこうということで。じゃあまずは黒からね、この黒、これを塗っていきましょう。そんな塗んなくてもいいかなね。このぐらい塗ってで研いでいこう。あえて今ねこうやって立ててやってるけど、これはこうやってやっていいんだよ。こうやってね。どうかな。黒で粗く研いだ後、これ切ってみと、なんかダメだね。さっきよりいいか、刃の入りが。もうちょい研いでみるかな。ダマスカスあんまりね傷つけたくないから、あえてね砥石を今回は使ってないんですけどもね。どうかな。で今日はもう一段ね、細かいこの白、こっちでもやってみよう。仕上げだね。もうさっきと音が違うもんね。さっきシャッシャってたけど何も言わないもん。こうか。さあどうでしょう。日が陰ってきたな。あれいた。いい感じじゃない。さあこんな感じでダマスカス三昧研げました。それではサブスクライブプリーズね、面白かったらお気に入りボタンでもう一回見てね。それでは外地でした。次回も汚ねえか、しくよろで。